どうもこんにちは、ギークボックスの佐賀です。みんな、10万円以下のベースは探してますか？今一番熱い価格帯の一つなんじゃないかなと思って見てます。今回はね、僕たちが自信を持って紹介できるベースブランドを4つほど紹介しようかなというふうに思っております。結論から言いますと、ウーフィーとヘックス、この僕たちが関わりが深いブランド2つと、サイヤーとアリアプロ2、ここら辺紹介していこうかなというふうに思います。1個ずつ見ていくので、みんなでね、チェックしていきましょう。ということで本編へどうぞ。おすすめのブランド一つ目はヘックスギターズですね。はい。GIB が輸入代理店を務めているんですけれども、こことは本当に関わりが深くて、僕自身もインドネシアの彼らの工場に行ったり、もう韓国で商談をしたり、結構付き合いが深いです。ヘックスなんですけど、韓国のブランドなんですよ。今話した通りなんですけどね。で、インドネシアに自社工場を持っていて、そこで製造を行っていると。で、その自社工場ではね、結構もう世界のトップブランドの OEM 製造とかもやっていて、そうしたところで培った知見をもとにして、自社のね、ベースも作っているということです。もうちょっとね、ここをこうしてほしいみたいな。例えばネックのジョイントもうちょいこうしたら、こっちの方の引きやすさこうなるよみたいなことを僕直接インドネシアに行って話したりしていて、日本側からのフィードバックもかなり入れているので、日本人にとっても、すごくね、いいブランドの一つになっていくんじゃないかなというふうに思っています。はい。工場から出荷された時点でももちろんクオリティ非常に高いんですけれども、日本に入った時点で GIB がもう一回検品して調整しています。ヘックスのクオリティに関して言うと、日本市場で出回っているものが一番高いと思います。はい。僕たちが検品して再調整して直しているので、かなりね、実際のところ、リペアのためにお金使ってます、僕たちは。そのために、来月か再来月あたりにはプレックも導入されます。プレックをこの価格帯のベースに使うってほぼないと思うんですよね。結構面白い試みだなというふうには思っています。今回紹介するのが何かと言いますと、NB505、B375、ZB400 と、この3本でございます。NB505 から言いたいんですけれども、5弦ベースなんですよね。そしてヘッドレスでファンドフレットで、アクティブサーキットを搭載していて、ステンレスフレットで、みたいな、モダンな要素をかなりモリモリに盛り込まれたベースなんですよね。今までこのファンドフレットのベースってあんまり安い価格帯にはなかったんですけれども、アイバニーズはじめとしてここら辺出てきましたね。アイバニーズもちなみにですけど、インドネシアで作っていますね、メインのものは。はい。ここら辺は、以前紹介したこともあるので、YouTube で見たことあるかなとも思います、皆さんが。で、価格は75,000税抜きだということですね。続いて、ヘッドレスの話で言うと、ZB400 というモデルがあります。はい。これ4弦ベースなんですけれども、ファンドフレットになっておりまして、ネック側のピックアップがシングルコイル、ブリッジ側のピックアップがデュアルコイルってなっていて、レイクランドみたいな感じですね。ブリッジピックアップはシリーズタップパラレルと配線が変更可能だと。だからすごくサウンドのバリエーションが広いですね。NB505 に関して言うとシングルコイルが2つ乗ってる話でしたけど、ZB400 に関してはシングルコイルとデュアルコイルが乗ってると。はい。そういった形になっています。それで価格が8万円税抜きだというところですね。ちなみにこれ5弦も今リクエストしていて、間もなくできるかなというふうに思ってます。個人的には。その予想です。続いて B375 というモデルもあるんですよ。これはジャズベースのスタイルをモチーフにしていますね。なんですけれども、35インチスケールを採用していたり、ローステッドメイプルネックだったり、カーボンファイバーロッド内蔵していたりね、ネックに。はい、そうしたところが、すごくモダンな仕様になっているのが特徴的かなというふうに思いますね。非常に硬いネックを作って、そして35インチスケールにして、強い原振動をしっかり作って、それをバーチコンと出力しましょうということなんですよね。なので、フェンダー系の、サウンドが欲しい方にはあまりお勧めしないんですけれども、もっとモダンな最近の音楽の中で使うんだったら、こういったものもすごく有用なんじゃないかなという風な形で、お勧めしてますね。はい。価格は63,000税抜きです。NB505 も、この B375 もね、最初の5弦ベースとしてお勧めできるかなという風に思いますね。形としては、全然クラシックなスタイルじゃないので、もし、この後でフェンダー買いたいよっていう方は、やっぱりフェンダーのスタイルに準じたものを買った方がいいのかなと思うんですけれども、フェンダーに限らず、広い選択肢の中から選びたい、現代的なものが好きという方には、ここら辺かなりお勧めできますね。質としてはね、もっと高い価格帯のものと比較しても遜色ないです。個人的には20万円以下で探してる方には、ここら辺ぜひチェックしてもらいたいなというふうに思ってますね。はい。この NB505 と ZB400 と B375、サウンドも気になるかなというふうに思いますので、そこら辺ね、弾いてもらいましょう。GIB 横浜のスタッフに。どうぞ。
Hex NB505、B375、ZB400 弾いてみました。どれもすごいモダンな印象で、クリアなサウンドが魅力的ですね。タイトな低音域と明瞭な高音域がすごいいいなって思いました。NB505 なんですけど、見ての通りファンドフレットでアクティブでヘッドレスっていうすごいモダンな仕様ですね。ステップアップで買う語源としてもすごいいいですし、サウンド的にはピックアップがシングルコイルということもあって、オーソドックスな範囲に収まっているので、初めての語源ベースとしてもすごいいいんじゃないかなというふうに思います。B375 は35インチのモダンなジャズベースですね。パッシブなんですけど、すごいクリアな印象があって、ハイファイな語源ジャズベっていう印象でした。ポップスにもすごいいいと思いますし、モダンなアンサンブルで使ってもちゃんと存在感のあるサウンドなんじゃないかなというふうに思います。ZB400 はこの中で一番パンチのあるサウンドでしたね。僕はこれが一番好きです。ブリッジピックアップはスプリットとパラレルシリーズで切り替えできて、ここで音色選べるのもすごくいいなというふうに思います。一番ブリブリでかっこいいサウンドが欲しい人は ZB400 がいいんじゃないかなっていうふうに思います。続いて紹介するのが Woofy Bases というブランドですね。はい。Woofy Bases 何かと言いますと GIB のオリジナルブランドですね。どこまでクオリティコントロールができるのかっていうのはブランドによって違うんですよ。例えば Hex って僕たちが輸入代理店なので、僕たちがかなり深いところまで入ってクオリティコントロール、検品、ブランディングを行っています。例えばヤマハとかアイバニーズみたいなブランドを僕たちが取り扱っていたとして、そこまで深いクオリティコントロールできるかっていうと無理なんですよ。なんでかっていうと、他社のブランドなので、ブリッジの位置こうした方がいいですよとか、そんなこと僕言えないんですよ。はい。なんですけど、Woofy Bases って自社ブランドなんで、もうすべて僕の思い通りにできるんですよね。なので、細部までクオリティコントロールが行き届くので、僕の中ではもう理解してない部分がないんですよ、Woofy Bases に関して。だから、自信を持ってお勧めできるといった形になっております。Woofy Bases なんですけれども、1シリーズっていうね、5万円以下のエントリークラスの価格帯のものもありますし、クラシックシリーズっていう10万円弱の価格のものもあります。今回紹介するのはクラシックシリーズですね。J ベースと P ベース2種類ありまして、これらはね、文字通り、ジャズベースモデルとプレシジョンベースモデルだと。はい。そういうことでございます。中国で作っているんですけれども、かなりフェンダーマナーにのっとった作り方をしていますね。なのでネックはグロスで塗装していて、ツヤッツヤで、ちょっと色つけて飴色のネックになっています。はい。ボディカラーもね、割とフェンダーカラーで統一していて、もうひたすらクラシックなスタイルで作ってます。例えば、ピックアップはジャズベースはシングルコイル2個で普通のパッシブサーキットですし、プレシジョンベースはスプリットコイル一発だという形になってますね。木材については、ボディがアルダー、ネックがメイプル、指板がローズウッドと、まあ極めてクラシックな形です。電装系ってね、実はトラブル起こりやすくて、検品してても弾くの多いんですけれども、こんだけ検品で弾くんだったらもう自分たちでやろうということで、Woofy Bases に関しては1シリーズもそうですし、クラシックシリーズも自分たちで全て配線しています。ここで使っているワイヤーはベルデンっていうもので、ミリタリースペックと呼ばれるものを使っています。ミリタリースペック何かって言いますと、軍規格っていう
ものですね。まあ、そんな大それた意味はないんですけどね。はい。フェンダーとかギブソンみたいなブランドもそうですし、サドースキーとかフォデラみたいなところも、まあ、普通に使っている、ちゃんとしたワイヤーですよっていうことです。ジャックはスイッチクラフトというところのものを使っています。スイッチクラフトもね、同じようにハイエンドのベースブランドはちゃんと使っているものなので、少なくとも配線材とジャックに関して、これ以上明らかにいいものを世の中から探してくるっていうことは不可能です。はい。間違いないものを使ってますということですね。さっき紹介したヘックスがかなりモダンなものだとしたら、このウフィーベーシズはクラシックなもので、1960年代のフェンダーをモチーフにしてデザインしています。そして価格なんですけれども、当初11万円で売ってたんですね。はい。10万円税抜きかな。その後、会社の運営の仕方とか、まあいろいろちょっとこう考え直して修正したんですね。いろんなものを。で、その結果、品質変わらないで値段落としましょうってことになりまして、値段は10万円から9万円に先日変更になりました。なので、税込みでもね、10万円以下で買えるっていう、まあ非常に良いかなと。まあちょうどこの枠に収まるね、比較にぴったりなベースになっちゃいましたね。結果としてですけど、とても弾きやすくて、まあ僕としてはかなりお勧めしたいベースですね。なので、音もチェックしてみていただければなというふうに思います。はい。
グーフィーベーシスクラシックシリーズ J ベース4と P ベース4を弾いてみました。すごくオーソドックスなジャズベースとプレッションベースっていうスタイルで、なおかつヴィンテージのスタイルをモチーフとしてます。ボディワルダーでネックはメイプル、指板はローズウッド。最も使ってる人が多いとも言えるスペックかもしれないですね。なので幅広い方に相性がいいんじゃないかなっていう風に思います。ジャズベースは本当にジャズベースらしい綺麗のあるサウンドでスクープされたミドルレンジで力強い低音域がすごい魅力的です。P ベース4は本当にプレッションベースらしい豊かなミドルレンジと太い低音域がすごい魅力的ですね。初めてのベースとしてもいいですし、ステップアップの2本目としてもいいと思います。すごく本格的な仕様で作られているので間違いのない一本なんじゃないかなという風に思います。はい、続きまして紹介するのがサイヤーというブランドですね。サイヤーヘッド見てみてください。マーカス・ミラーって書いてます。これ何かっていうと、マーカス・ミラーがアプローブです。はい。マーカス・ミラー監修っていうことで、すごくね、注目を集めたブランドなんですけれども、その実めちゃくちゃクオリティ高いです。はい。さっきのヘックスと同じように、韓国資本のインドネシア製です。やっぱね、この形が今はめちゃくちゃ強いです。特にこの15万以下の価格帯ではね、もうこれに勝てる形じゃないでしょうっていう感じですね、僕的には。はい。日本の輸入代理店は山野楽器が務めています。山野楽器ってフェンダーとかギブソンとかをずっと輸入してきた由緒正しい、もう日本で一番格式高い会社とも言えるんですよね。で、山野楽器とてもいいんですけれども、彼らの非常に素晴らしい点がクオリティコントロールなんですよね。もうずっとフェンダーとかギブソンやってきたので、もう慣れてるんですよ。で、そのクオリティをこの価格帯でもちゃんとやってくれてるんですよね。だからお店に来たものでちょっと問題があって、返したりするんですよ。ちょっとこれ直してほしいですとか、ちょっと微妙ですとかって言うと、もう完璧に直して返してくれます。もう最高です。こんなことやってくれるとこなかなかないです。なので僕はそこをすごく信頼していて、山野楽器が取り扱っている商品に関しては結構力を入れて売っていますね。同じようにそうして売られているものが、例えばワービックとか、サドースキーとか、そういったものがあります。ぜひ信頼していただきたいというところですね。そしてね、ここで紹介したいモデルが V5 アルダー、そして Z3 というモデルですね。V5 アルダーに関して言うと、パッシブのジャズベースモデルです。非常にシンプルなパッシブなジャズベースなんですけれども、ちょっとだけモダンになってるんですよね。ローステッドメープルが使われていたり、指板のエッジ部分がすごくうまく丸められてるんですよね。ここら辺の弾きやすさとか、演奏者がどれだけストレスを感じないで弾けるかっていうところを、ちゃんとデザインしてるのがサイヤだと僕は思いますね。やっぱりマーカス・ミラー監修だけあるなというふうに思います。この V5 アルダーがですね、4弦と5弦ございまして、価格が税抜きで4弦は 83,300 円、5弦が 91,800 円。5弦だとね、税込みで10万円超えちゃうんですけれども、ちょっとご勘弁くださいというところで、そしてもう一本紹介したいのが Z3 というモデルですね。Z3 見ての通りスティングレイモチーフになっています。正しくミュージックマンをモチーフにしてレプリカ作ってくれたなというふうに思います。ヘッドはやっぱ権利関係で3対1にはできなかったらしいんですけれども、それでもね、全然いいかなと思います。サウンドもね、本当に良かったです、正直。僕、これで全然十分ですね。で、めっちゃいいのが、ミュージックマンのスティングレイってパッシブにできないんですけど、このサイヤーの Z3 はパッシブにできます。パッシブの音今めちゃくちゃ流行ってるんですよ。皆さんわかります？ブルフペックですよ。ブルフペックでパッシブスティングレイめちゃくちゃ流行ってて、サクッとそのサウンドを確かめたければ、サイヤーの Z3 買うのが一番いいです。はい。価格がね、4弦で 75,650 円。安っ。5弦で 82,450 円。なんか知らないけど、ジャズベースモデルよりも安いんですよ、すごく。すげえ安いです。めちゃくちゃおすすめですね、正直。Z7 っていうね、上位モデルもあります。ネックピックアップにシングルコイルスタイルのピックアップを置いた。これスティングレイにもあるんですけれどもね。そこら辺もしっかり踏まえてデザインしてるなというふうに思います。単なるパクリじゃないっていうのは、言いたいですね。はい。ちゃんとここのモデルにしかない優位性っていうのがあるなというふうに思います。マジのちなみにですけど、ミュージックマンの廉価版でスターリンバイミュージックマンっていうのがあるんですよ。あれもインドネシア製なんですよね。やっぱインドネシア強いっす、マジで。ちなみにサイヤと同じ工場ではないですよ。はい。ということで、音も聞いてみてください。どうぞ。
シャイアー B5 と Z3 弾いてみました。こっちはジャズベースをモチーフとした B5 で、こっちがスティングレイをモチーフとした Z3 です。V5 はアルダーメイプルっていう仕様で、ピックアップのレイアウトは 70s になってます。少しブリッジ側にブリッジピックアップが寄っていますね。サウンドとしては先ほどの J ベースと比べると、よりこう明瞭でクリアな70年代っぽいジャズベースのサウンドを狙っている人にすごくいいんじゃないかなというふうに思います。よりミドルレンジが少ないドンシャリなサウンドでこうスラップとかする人はすごくいいんじゃないかなというふうに思います。Z3 はモダンなスティングレイタイプっていう印象ですね。ブリッジ側にハンバッキングピックアップが一つある男らしい仕様がかっこいいですね。パンチのある低音感とバリバリっとしたミドルレンジ、そしてキレのあるこう明瞭なトレブルがすごい魅力的。ファンクとか好きな人はこのサウンドすごく好きなのでおすすめです。総合すると70年代にジャズベースっぽいサウンドが欲しい人は V5 すごいおすすめですし、ファンクとかあとミクスチャーロックとか好きな人はすごい Z3 おすすめです。続いて紹介するのがアリアプロ2というブランドですね。アリアプロ2なんですけれども、日本のね、荒井貿易っていうところのブランドです。荒井貿易って結構昔からある大きい商社で、いろんなもの輸入してます。例えばグルーブギアとかも荒井貿易が輸入してますよね。ニュー X とかも彼らがやってましたね。結構由緒正しいというところです。そしてアリアプロ、クリフ・バートンも使ってましたよね。もういろんな人がアリアプロの SB っていうのは使ってるわけなんですけれども、歴史のある SB の中で今、この価格帯にフィットする現行品っていうのがこの RSB800 だということですね。スペック見ていきますと、24フレットのモダンモデルだと、そしてアクティブサーキットを搭載していますと、いうことですね。ピックアップはジャズベースタイプのシングルコイルなので、基本的にはジャズベースモチーフなんですけれども、それをもっとモダンにしたようなものがこの RSB800 だということです。ちなみにこれもインドネシア製ですね。荒井貿易って、特に僕低価格帯ではめちゃくちゃ強いと思ってるんですよ。アコースティックギターもめっちゃ強いですよ。僕違う会社に勤めてた時にすごい売りました。アリアのアコースティックギターめちゃくちゃいいんですよ。荒井貿易の何が素晴らしいかっていうと、アジアの工場で製造を行って、それをちゃんとクオリティコントロールするっていう力が超ある会社なんですよね。はい、そこが非常に素晴らしいなと僕は思ってます。実際にそういう仕事してる荒井貿易の方もね、知ってますけど、本当に素晴らしい男たちです。僕はアリアプロ大好きです。今 GIB の価格が8万円税抜きだということです。当初よりもね、ちょっと値段下げてるんですけれども、まあかなりお買い得だなと思います。超おすすめ。はい、これも音聞いてみてください。どうぞ。
アリアプロツ RSB800 弾いてみました。モダンなシェイプを持った24フレットあるアクティブのジャズベースみたいな印象でしたね。シングルコールのピックアップと2バンドのプリアンプが乗ってて、どちらもすごいパワフルな印象でした。ジャズベースの強い低音域と明瞭な高音域、ミドルレンジがしっかり出ているパンチのあるサウンドだなっていう印象でした。24フレットあって音域も多いですし、プリアンプ、ブーストしたりカットしたりで、そういう多彩な音作りが可能です。初めてのベースやステップアップとしてももちろんいいですし、1本のベースでいろんなことやりたいっていう人にはすごくいいんじゃないかなというふうに思います。4つのブランド紹介いたしました。皆様いかがでしたでしょうか？自社ブランド中心になっちゃったんだけど、どうしてもその自信を持って紹介できるのはそこら辺しかないと。実際のところはヤマハとかアイバニーズも超おすすめです。その価格帯なんですよ。で、ヤマハとかアイバニーズどこで作ってるのかって言ったらインドネシアです。2026年の今おすすめするんだとしたら、やっぱインドネシア製です。僕はね。インドネシアのギター工場は本当に良くて、これもともと何かっていうと、コルトとかサミックとかそこら辺が育てた工場が今花開き始めてるわけですよ。中国にはない魅力があるなと思います。中国よりもインドネシアの方が木材の取り扱いとしてかなり規模が大きいんですよね。実はカワイとかもほぼほぼインドネシア製です。だからインドネシアってね、木材輸出自体がすごく大きい産業なんですよね。だからね、木材すごく良くて、彼らが取り扱ってるエボニーとかローズとかマホガニーとか、本当に質が高いし、取り扱ってる量が半端ないです。言ったらわかると思いますけど、工場のデカさがね、日本の比じゃないです。だからそういうスケール感から出る質の高さっていうのはすごくあるなというふうに思いますね。で、さっきから韓国資本がっていう風に言ってますけど、それらを育ててきたのが韓国資本ですよ。いやー、ちょっとすごいなと思います。昔のだから日本みたいな感じなんじゃないですかね。いい時期のフェンダージャパンとか富士源とかってね、安いのにすごく良かったじゃないですか。やっぱりああいう時代が来てるかなという風に思いますんで、インドネシア製は質が悪いとか、10万以下のものはとか、そういうものは使えないみたいなことを言う人はね、世の中にいるらしいですけど、そんなことないですからね。インドネシアの楽器めちゃくちゃいいですよ。めちゃくちゃいいんだけど、もうちょっとこうしてほしいっていうのがあるから、僕はヘックスに関してはそういう風な話をしてますけどね。はい。皆さんぜひインドネシア製のギター一回見てみてもらえればなという風に思います。皆さん好きなブランドあれば、ぜひぜひコメントしてほしいなっていう風に思います。僕ね、この間インドネシア実際行ってたんですよ。さっき話した通り。カワイとか、シェクターとかの工場はね、スラバヤっていうところにあって、それはね、2年ぐらい前に行ったのかな。この前行ってきたのがジャカルタの方で、それはね、ヘックスの工場があるところですね。インドネシア、すごいいいっすよ。なんつうかね、思ったより都市部がめっちゃ綺麗で、飯うまい。で、あと酒うまい。空気綺麗だし、人々のエネルギーもなんか気がいいんですよね。住める街、住めない街をね、勝手に自分でよくジャッジするんですけど、ソウルはね、住める街だから移住したわけですよ。あとね、タイも住めるなと思いました。バンコクです。に加えて、ジャカルタも住めるなって思いましたね。上海もギリ住めるけど、ちょっとGoogle とかそういうね、サービスが使えないっていうのがあれなんで、ちょっとなーとか思ってて。だから次移住するなら、タイか、インドネシアか、もしくは台湾かなというふうに思います。GIB 台湾、GIB インドネシアとか。そういうのできたらいいなというふうに思っております。みんなで面白いベース業界作っていけたらいいなというふうに思っております。はい。皆さんの声を元にして実際僕ビジネスよく作っていて、例えばですけど、韓国からの反応が良かったから、プラス僕がソウルに住みたかったから GIB ソウル作りましたし、LK ストラップスとかもこんなストラップあるの佐賀くん知ってるって言われたから取り扱いを始めました。なので、ぜひぜひコメントしてみてもらえればなというふうに思いますね。皆さんのリクエストを元にして僕は働いています。GIB なんですけれども、GIB 横浜、GIB 兵庫の他に GIB ソウルもあります。3店舗ありますね。そして系列店としてギターショップトニックというものがあります。これ YouTube もあるのでね、チェックしてみてください。そしてアウトレットショップも先日オープンしました。ギターアウトレット横浜ということでね、GIB 横浜とトニック横浜とギターアウトレット横浜はそれぞれね、徒歩1分未満のところにあるので、皆さんに横浜市西区平沼の方に遊びに来てみてください。そして GIB ソウルなんですけれども、チュンムロという場所にあります。はい。すごくね、来やすい場所にありますからね、皆
皆さんチェックしてみてください。ギークインボックスは海外向けの販売も行っておりまして、EC サイト用意しています。そこでは送料と関税が完全に含まれた価格で表示しておりますので、海外のお客様もね、ぜひぜひチェックしてみてください。そして、最近ベースギークカレッジというオンラインコミュニティ始めています。ベーシストの関谷智隆さんと一緒にやってます。こっちではギークインボックスよりももっとディープな動画を作って、ベイオタたちでやい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 と遊んでおりますのでね、ベイオタの皆さんはぜひチェックしてみてください。ということで最後までご視聴いただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイ。